皆様ごきげんよう、宮村さんです。今回紹介するのは大正12年、1923年7月31日に竣工した軽巡洋艦の夕張です。どうです?このモダンな艦艇美。これはもうただものではない雰囲気ですよね。皆さんは日本の軽巡洋艦といえばこんな姿を想像しませんか?単装砲に四角い環境、そして3本とか4本の直立した煙突。これが5500トン軽巡洋艦。それに対して夕張のモダンさを比べてみてください。なんというか大正ロマンを感じますよね。ちなみにプラモの出来もすごくいいんです。もちろんデザインだけではございません。夕張は5500トン軽巡の半分近く3000トンという小さな艦にもかかわらず、なんと同等の火力を持つことを実現しているんです。兵装は14センチ連装砲が2機、単装砲が2機の合計6門。そして61センチ魚雷発射管を4門搭載しています。5500トン軽巡は主砲が7門、魚雷発射管を8門は搭載しているですって?よく見てください。5500トン軽巡は左右に主砲や魚雷発射管を備えているのに対して、夕張の兵装はすべて艦の中央線上に配置しているのがわかりますよね。これによって片舷に火力を集中することができるという上で、同等な火力を発揮できるのです。よし、少し試してみるか。おまんじゅうたち、目標、右舷敵巡洋艦。通りか失敗、視線に乗せよ。震度3、雷速48、超低よし。1番2番発射が右方線旋回右90度。1番2番4本正射撃てー。1番発射よし、2番発射よし、魚雷4本地走中。両舷全速、雷石を悟られる前に離脱するぞ。よし、敵戦艦に魚雷が命中。さらに敵空母にも命中。万歳万歳万歳。敵艦からの反撃に備えよう。機関最大戦速。迷彩庫、迷彩民、迷彩よー。後で救助しておきます。しまった、避けきれなかったか。軽巡の砲塔なんて砲弾を防げるわけないじゃないですか。これは波や衝撃を避けるものであって、機関銃すら防御できませんよ。しかしご安心くださいませ。この50口径3連式14三丁は日本のいわば標準砲になります。巨大戦艦群として建造予定だった88艦隊の戦艦の副砲と同じものが使用されておりますので、港に帰ってすぐに乗せ替えることができます。被害状況にもよりますが、港に帰らなくても修理することも可能でした。おまんじゅうたち、無理はするなよ。おまんじゅうたち後で救助しておきます。そして夕張の速力はなんと 35.5 ノット、過去最盛期の速力。防御力については少し意味合いが異なりますが、走攻守まさにバランスの取れた性能を誇っていたのです。5500トン軽巡と夕張と駆逐艦の秋月を比較してみましたけれども、夕張の小ささ、コンパクトさがわかりますよね。戦艦は大が小を兼ねる傾向がありますが、巡洋艦は小が大を兼ねるかもしれない。そして何よりですが、夕張最大の長所は安いということ。お値段は5500トン軽巡のおよそ半額。夕張の性能は世界に大きな衝撃を与えたのです。この量産性を発揮すれば、夕張の大増産も間違いなし。戦いは数だよ兄貴。バーチャル大本営発表。ついに我が広告海軍は太平洋を侵し来たりたる強蛮なる米艦隊を完全に捕捉。これを粉砕せり。快適。午前6時40分。水平線を覆い尽くす無数の湾曲煙突。敵、肝を潰す暇もあらず。米国は己の工業力を誇示し、無尽蔵の物量をもって我が国を屈服さしめんと豪語した。しかり少子千万。何が世界一の工業国家。何が米帝の物量か。ここに集結せし、我が夕張の群れの方が数で敵を圧倒しているではないか。放たれる無数の砲弾。海面を切り裂く必殺の魚雷。幾重にも織りなす濃密なる砲火の前に敵艦隊は術もなく大混乱に陥り、瞬く間に海底の木図と消え去ったのであります。ここに至り、洋上はるかより威風堂々と姿を現したるは、太平洋を圧する鋼鉄の上下軍なり。見よ、我が主力艦隊の異様を、かくして戦艦駿河、巡洋戦艦天城を先陣とした16隻は、距離25000メートルにて一斉に砲門を開き、残存する敵主力艦隊をことごとく粉砕すり。見よ、このかっかったる戦果を、そして称えよ、北の大地の名を受け継げし、小さくも頼もしき猛道たちよ。太平洋、
米英今や影もなし。以上。実際の夕張の建造数はですって。ですね、一隻ですよ。はい。そうですね、夕張ね。実際世界から高い評価を受けたり衝撃を与えたということは確かではありましたけれども、なぜですね、量産型軽乗用車になるはずだった夕張は一隻しか建造されなかったのでしょうか。今回の動画ではこの謎に迫ってまいりますので、しばしのお付き合いをよろしくお願いいたします。結論を言ってしまいますと軍縮条約なんですけどね。それ以外にも原因はいろいろとございます。まずは軍艦を建造するための手順を確認します。軍艦の設計は現場の軍令部が要求して海軍省が承認、それを踏まえて管制本部が設計を行うという流れになりますが、夕張については全くの逆さま。管制本部である平貝譲造船官からの強い提案によって建造が実現したという非常に稀有な存在の艦なのです。この非常識な提案に海軍省は応じざるを得ない事情がありました。それはあまりにも軍艦の建造費がかさんでいたのです。これには当時の日本で計画されていた壮大な艦隊整備計画、そう、88艦隊計画が深く関連していました。この88艦隊計画、新世代の高性能戦艦と巡洋戦艦を8隻ずつ建造するというのがこの計画の目玉となりますが、しかし88艦隊計画では戦艦や巡洋戦艦だけでなく、空母や巡洋艦や駆逐艦も整備する予定でした。そこでは5500トン型のような小型の巡洋艦、つまり2等巡洋艦だけでもなんと30隻は建造する必要があると見積もられていたのです。これほどまでに巨大な艦隊整備計画で最もネックとなるのは当然ながら予算になりますね。夕張が発注されました1921年の日本の軍事費はなんと国家予算の 52% にも達してしまいました。これは中央政府が現在よりも小さいので割合としては課題になりがち。公平に GNP で比較すると軍事費の割合は5.63% となります。とはいえ、計画の遂行途上の段階で国家予算の半分が軍事費というのも厳しい話でしたので、海軍省としては夕張のような小さくてコスパのいい軍艦を導入して計画を合理化しようと考えていたのです。そして実際の夕張の建造費は確かに安い。5500トン軽巡の由良の予算は898万円。現在の価格で言うと269億円。それに対して夕張の建造費は443万円。現在の価格で言うと132億円くらいになります。つまり従来の軽巡洋艦のほぼ半額のコストで建造することが可能でした。軍艦の建造費は排水量が増えれば大きくなっていきますので、排水量を3100トンに抑えられたことでコストが大幅に削減できたということになりますね。しかし、夕張のコスパが優れていた理由は単純に船を小さくしたからというわけではございません。そこには後の日本造船の権威となる平貝譲の巧みな設計がふんだんに活かされていたのです。こちらが通常の軍艦の場合の構造です。通常の艦では船国と装甲を別々に配置していましたが、これだと重量がかさむという問題がありました。しかし夕張では船国の構造自体に装甲を使うことによって徹底的な軽量化を行っていたのです。被害を受けた場合は修理が面倒になりますけれども、この設計はその後の他の艦艇に広く採用されている画期的なものだったのです。また5500トン軽巡ではスクリューは4軸でしたが、夕張は3軸であることも地味ながらコストの削減に貢献しています。このように夕張は全体的に言えば、軽巡の設計を小さくするというものではなくて、駆逐艦を大きくしたような設計でした。これによって5500トン軽巡とほとんど変わらぬ火力を理論上の基準排水量2890トンという小さな船体で実現することができたのです。どうした魔女たち？竣工した後の不具合を解消していたら排水量測ったら3400トン超えてるだって？そうすると速力と構造力に影響が。多分大丈夫だと思うんですよね。日本の重要艦ではよくあることですね。このように色々と画期的であった夕張、さぞ艦隊側からは歓迎されたと思いきや、現場の意見でもある軍令部ではこんな軍艦全く望んでおりませんでした。むしろ5500トン軽巡のような平凡な軍艦の方を望んでいたとさえ言えます。
理由は簡単。船が小さければ居住性も悪くなりますし、拡張性もなくなりますよね。夕張は現場としては、おせちにも嬉しい艦とは言えなかったのです。しかし、海軍省としては、巡洋艦などの補助艦の予算を圧縮しないと、戦艦の建造に触ることになる。こうした政治的な駆け引きの後、夕張は大正10年、1921年10月、84艦隊計画で予算が承認されていた巡洋艦9隻の建造枠の一つを使うことで、まずはお試しとして1隻の建造が計画されることになりました。しかも寄港から竣工までは1年と2ヶ月程度と、試作化のためか平時としては急ピッチで建造が行われることになります。これにより計画主任とはいえ造船艦に過ぎなかった平賀譲の提案がついに叶うことになったのです。しかし一人の造船艦が政治を動かしたとはね。さすが平賀譲らずでおなじみの平賀譲さんなだけありますね。これは平賀さんのキャラクター性というだけではなくて、当時の日本では技術者の立場がかなり強いという構造的な傾向があったと言われています。産業革命の成功からまだ日が浅かった新興の工業国であるがゆえで、成功するかはともかく、まずはやってみるということに価値を見出していた部分があったとも考えられています。建造承認を受けて夕張の量産が始まると思いきや、夕張型軽巡洋艦の歴史はここで急に終わってしまうのです。それは建造承認からわずか4ヶ月後の大正11年1922年2月のこと。ワシントン海軍軍縮条約が締結されたことで、88艦隊計画の戦艦は長門と陸奥の2隻だけで中止されてしまいます。戦艦の建造が中止された以上、30隻は欲しいと言われていた軽巡洋艦も必要ではなくなってしまったのです。この軍縮条約の締結は国民からも基本的には歓迎されていまして、日本としても財政的には助かったことに間違いはありません。が、当然、夕張型としての姉妹艦を建造する機会は永久に失われることになってしまうのです。これが夕張がわずか1隻の建造にとどまってしまった最大の理由となりますね。それでは夕張の性能はどれだけ高かったのでしょうか。竣工時の評価は特に海外で凄まじいものがありました。ジェーン年間の編集長は後年、英国の造船艦にセンセーションを巻き起こしたと語り、当時各国の新聞で日本の新型巡洋艦恐るべしといった非常に高い評価を受けていたのです。が、そこからすぐに割と陰りが見えてきてしまうんですよね。夕張の弱点その1、航続距離が短い。実は夕張は当初の計画よりも排水量が増えてしまったりで、航続距離の計画値を出すことができませんでした。その航続距離は14ノットで3300海里。なんとこの性能、より小型の峰風型駆逐艦にすら劣っていたのです。さらに日米の艦隊決戦が想定される海域が大正時代では小笠原諸島でしたが、そこからマーシャル諸島へと南下してしまいます。足が短い夕張としてはなかなか厳しい話ですよね。そしてもう一つ、夕張には水上偵察機を搭載するスペースがありませんでした。1930年のロンドン海軍軍縮条約を得ると、軽巡では野戦での水上偵察機が重視されるようになりましたが、3000トン程度の小さな船体の夕張には水上偵察機を乗せる余裕がなかったのです。駆逐艦を統率する機関としての性能も限られている。夕張は小さいがゆえに新しい時代の海戦での役割についていくことが難しくなってしまうのです。このため夕張は巡洋艦というよりは大きな駆逐艦的な評価が目につくようになります。当初は夕張に衝撃を受けていた海外でもこの評価の傾向は同様であったと言えますね。夕張の戦歴についてはざっくりと今回は紹介することにいたしますが、実戦での夕張はどのような活躍を果たしたのでしょうか。シナ事変が勃発すると夕張は古門要塞付近で中華民国海軍の巡洋艦と交戦し、これを撃沈する戦果を得ます。その後、日米海戦とともに第6水雷戦隊の旗艦として行動することになります。夕張の戦歴で特に有名なのは、やはり第一次ソロモン海戦です。戦闘地帯では日本側の一方的な勝利に終わったこの海戦では、夕張は敵巡洋艦に魚雷を命中させることに成功するなどの活躍を果たしました。その後、夕張は大きな海戦に参加する機会には恵まれませんでしたが、輸送任務などに従事して前線を支
支えることになります。しかし、最終的には1944年4月27日、敵潜水艦の魚雷1本を受けて大破。翌日、必死の応急措置も虚しく、ついに沈没してしまったのです。老朽化もありまして、主要な海戦に参加する機会にはあまり恵まれなかった夕張。確かにその性能は限界に達していたと言えます。しかし、夕張の革新的な設計は無駄にはならず、その後の日本の従順洋化の設計に大きな影響を与えました。夕張は日本の造船史に確かな痕跡を残したことに変わりはないのです。ということで今回の動画は以上となります。この動画のことが面白いと思った方は高評価や我がチャンネルの登録も何卒よろしくお願いいたします。そして、宮豆さんの帝国立体の書籍であります大日本帝国海軍の戦艦 3D 図鑑も引き続き何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。さよならさよなら、バイバーイ。夕張メロン。